はい、どうも、市川の便利屋です。今回は初の YouTube 経由でのお仕事をいただきました。いつもは暮らしのマーケット経由、またはお友達からの紹介でお仕事をさせていただいていたんですけども、おかげさまで YouTube の動画の再生回数が伸びまして、例えば2週間前にジャングル伐採という動画をアップしたんですけども、今では14万再生されています。そういった影響でおそらく皆様の目に触れることが多くなったんではないでしょうか。今回のミッションとしては、ちょっとしたこの家の横このスペースの草抜き、そして家の裏にいつの間にか生えてた赤芽菓子の伐採をいたします。ですでにもう草抜きの作業を見ていただいているわけですけど、今ちょっと手を止めてますよね。これ何をしてるかというと、今回新しい草が目立ちましたので、これは何かなと思って Google レンズという機能を使って写真で検索をしているというところなんですけど、ちなみにこれ検索したところ福寿草という草でしたね。この草の特徴としましたら、2月頃に花が咲きまして、その後に人参のような葉っぱが出てきて、それがわーっと広がっていくという草らしいんですけども、その説明の通り細い通路に広い範囲で広がっておりました。ちなみにこの福寿草の茎と根には毒があるので絶対食べてはいけないということですね。見た目がちょっと人参の葉っぱに似てるので、なんか野菜系かなと思ってね、うかつに食べてしまうとえらいことになりますので気をつけましょう。では謎が解けましたので作業再開ですね。草を最初は取っていきますね。いつも通り4周やりますけども、1周目はざっと草を取っていくと。で、地表の確認ですね。すると下の方から砂利が見えてきましたね。そうです、ここは砂利を敷いてる通路だったんですね。結構ね、この草抜きのお仕事をいただくんですけども、砂利というのが一番の強敵ですね。砂地だとそのままガリガリ表面を削ったりとかして一気に草をね除去できるんですけれども、砂利の場合は石と石の間の草を釜でこうかき出して取っていかなきゃいけないので、一気に除去することができないので、割と時間のかかる作業環境だったんですね。しかし今回記念すべく YouTube 経由の仕事一発目ですから、徹底的に草と根を取らせていただきました。その模様をこれから8倍速でお見せいたしますので、どうぞ最後まで見ていただければと思います。よろしくお願いします。というかもうすでに8倍速なんですけどもね、今1周目終わって、2周目にこれから入っていこうかというとこですけども、結構ねもじもじしたりしてます。このカメラアングルを気にしたりとかですね、植木鉢とかあったりするんで、それをまず乗っけて自分のやりやすい仕事環境を作るというのがまず1周目なんですね。で、気になったとこちょいちょい抜きながら、2周目入りましたね。今回は釜を使ってまずは目立つものを取っていきます。でもこの時点でも決めてたんですけども、この砂利と下の土と草と根と分けていこうと、このふるいを使ってねいつもやっているあの作業をやろうとも決めてます。かなり時間かかることはもう覚悟しました、この時点で。ですのでまずふるいが詰まらないようにですね、草をある程度大きなものを取っていくということをやっています。もうがむしゃらにむしっておりますけどね、これまさしく草むしりですよね。でもカメラアングルでね、カメラの位置をいちいちこう移動させるっていう作業がまた時間がかかってしまいますから、この時点ですでに、もう4時ぐらいを回っていましたので、日暮れまであと1時間もしくは1時間半ぐらいですから、急がなくてはいけないという環境ですね。なぜ日暮れがダメかっていうと、まずこの撮影ができなくなるということですね。暗くなるとなかなか見づらくなります。そしてだいたい4時半ぐらいから蚊が増えてきますね。非常にそれが厄介です。もちろん虫除けスプレーとかやってるんですけども、まぶたの上とかおでこのあたりを狙って刺してくるんですね。虫除けスプレーを振っていないところちゃんと知ってるんですね。恐ろしい。そうこうしてるうちに3周目ですね。3周目は地表を削る棒で、トンボって言いますかね、クワというかそういった器具で今地表を削っております。削るともちろん砂利も取れてしまうので、この後分離作業をしなきゃいけないんですけども、これをやると地下10センチから15センチぐらいまでの根っこは取れますので、なかなか生えづらくなるということになりますね。まずは畝を作ってですね、とりあえず集める、そして根っこがどれだけあるかっていうのを確かめていますけども、かなり根っこが多かったですね。砂利エリアっていうのはなかなかね、敷いた後また草をね下まで掘り返して根っこを取ろうとかってならないですから、かなり草にとったら安住の地を得たって感じだったんでしょうね。それを今根こそぎやっている最中ですね。で、奥の方では、結構根っこが今見つかりましたのでね、地表削りを一旦止めて釜でどんどん出てくる根っこを取っていますね。だいたいこういったところっていうのは単発の草っていうよりも地下の中でつながっている根っこが多いんですね。なので一本見つかるともうどんどんなんていうんですかね、さつまいもの芋掘りを思い出していただくと分かると思いますけど、
あんな感じでもう芋づる式にどんどん取られてきちゃうので、もうそっちの方が気になってしまうので、釜でどんどん取っていって、いつまで続くんだろうっていう感じでね、ちょっと興味が出てきてしまうっていう感じですからね。おや、僕の方で何か見つかりましたね。見てみましょう。はい、でかいのが取れましたねこれは何かっていうと、シダですね。シダの根っこっていうのはあんな感じでもうスポンジみたいにもう広がるんですね。一応ぶっとい根っこがあって、その周りにすごい根っこで覆われているわけで、もはやもののけ姫の冒頭に出てきたたたり神ですね。これがもうずっと地中に埋まってると思うと、いくら上の部分取ってももう仕方ないっていうのが分かりますよね。あれを取らない限り永遠とシダは生えてきます。ちなみに僕ニュージーランドに1年住んでたことあって、結構シダをよく見たんですけども、ニュージーランドのシダはこんなに大きいんです。はい、根元に人が立ってるのが見えるのが分かりますからね。この人の 4,5 倍の高さありますから、おそらく10メートルは超えてると思うんですよね。そしてさらに言いますと、映画ラストサムライはニュージーランドでも撮影されてたんですけども、この森の中の戦闘シーン、この後ろに映っているのがこれシダなんですね。なんか日本っぽくない森だなっていう印象を持たれた方いたとしたら、この巨大シダが原因だったかもしれないですね。そんなシダ放置しておくと大変なことになってしまうかもしれませんので、もし皆さんのお家に生えていたら早めに除去することをお勧めいたします。はい、そうこうしているうちに休憩タイムとなりました。休憩タイムにパピコをいただきました。蒸し暑い日で結構汗かきましたので、本当にありがたかったですね。しかもこのパピコのホワイトサワー味、めちゃめちゃ美味しかったですね。本当にありがとうございました。では作業に戻りまして、これ一番奥がですね、玄関の部分なんですけど、玄関っていうのはよく人の目につくところですから、ここ重点的にやろうかなと思いまして、そこに石をたくさん集めて、なかなか草が生えない状況を作ろうかなと思って、手前の小石を玄関側へ持っていってるという作業をしております。はい、ここが一番皆さんに見てもらいたいところだったんですけども、今分離してますね。土と根っこと葉っぱと砂利を分離していると。この作業が重たいので結構腰にきて辛いんですけども、全然これをやることによって仕上がりが違ってきますから、このふるいがけっていうのをね、非常に重視してやっております。なるべく石がたくさん含まれた土を選んで、このふるいに乗せまして、でふるいにかけて、で葉っぱをまず取って、根っこを取って、石を玄関の方に持っていくという作業をしています。はい、この後の動画では玄関方面からのアングルで撮りますので、この家の影に隠れてふるいがけしてるっていうシーンが見れませんので、今のうちに見ておいてください。こういうことをこれから延々とやっていきますので、見えるところには砂利を、で見えないところに土をとりあえずまとめないと分離ができませんのでね、土エリアどこにしようかって考えた時に、この見えにくいところというふうに、思って今やってるんです。それがために表からカメラで撮った時にこの作業が見えづらくなるっていうね、そんな弊害が起こってしまいましたけども、カメラの撮影よりも現場の機能性なり仕上がり重視でやっておりますので、仕方ないなとは思いますけども、はい、もう本当に機械のように同じ作業をずっと繰り返しておりますね。でちなみにこの土っていうのがもうちょっと乾いたらね、もっと分離させやすいんですね。どうしても湿気ているとこのふるいの目の中に詰まってしまって、なかなか土が下に落ちないっていうね、そういうことになりますので、ちょっとこれ、雨降って 2,3 日後だったので湿気てたかなっていう感じはしましたけどね。一方土が乾きすぎてるとすごく砂ぼこりが舞ってしまって、服がもうほこりだらけになってしまったり、周りの洗濯物が汚れてしまったりというね、そういった弊害もありますので、どっちがいいかっていうのね、一概には言いづらいんですけどね。はい、そしてゴリゴリまた削り始めましたね。移動させて、今まで畝を作ってたところの下はまだね、根っこを取ってませんから、その畝の下を今削っております。またシダの根っことか取っております。ちなみに先ほど言い忘れましたけど、シダっていうのはニュージーランドの代表する植物でして、ラグビーのオールブラックスのロゴにも使われているぐらいシダっていうのはニュージーランドでは馴染みのある植物だということですね。さあアングル変わりました。はい、このね壁の影に隠れてやっている作業が先ほど見ていただいたふるいにかけている作業ですね。はい、ふるいにかけては今石を分離してこちらに投げ込んでいるという最中ですね。ふるいにかけている作業っていうのは見えませんので、今カットしていますから、すごい順調に石が投げられているような感じがしますけども、それカットしているのでそうなってるだけであって、実際もっと時間かけてやっております。もしカットしてなかったらこれぐらい時間かけてふるいがけをしてるんですね。はい、まだ投げないでしょ。はい、ふるいがけをしておりまして、そして投げましたね。悲しいですけどダイジェストですので、この辺りの地味で見えない作業はカットしております。はい、今集めた砂利を鳴らしている最中ですね。だいたい10センチから15センチぐらいの厚さで集めれたんじゃないでしょうかね。それでも結局は生えてきますけどね、50センチぐらいは砂利の層を作らないと草は生えてきますので、
そのあたりはある程度確保しておいていただかないといけないかなとは思いますけど、半年ぐらいは大丈夫かなと思いますね。はい、若干ふるいがけ作業が除けますので、今ここはお送りしております。これで20倍速ですね。20倍速で、ふるいにかけまして、地味に、砂利エリアをどんどん伸ばしていってる最中ですね。やっぱりこの角度からして右の方のエリアっていうのは見えないですから、そこを土エリアにしておいても大丈夫かなと思ってね。やっぱ砂利が見えた方が気持ちいいですからね。裏の方の、塀際のやつを集めてですね、見えるところに今集めております。さらに奥の方の砂利を集めまして、ふるいがけして土を見えないところに捨てまして、また砂利をお隣さんとの塀際にこう集めているということですね。さあ終盤ですね。だいたいここの見えてるエリアだけで2時間作業かかりましたね。もし砂利がなかったらね、多分ね40分ぐらいでできるところなんですけども、砂利があるないとかでね、あと、ゾーンに入るとねあんまり時間気にせずにやっちゃいますのでそのあたりちょっと今回はゾーンに入ってたのかなって自分でも思いますけどね。でまたね、このふるいにかけた後の土っていうのもねすごいふかふかで気持ちいいんですよね、見ててね。なんかここに植物植えたいなとかね、個人的には思っちゃいますね。花とかね、なんかオクラとか植えても美味しく育つんじゃないかなとか思いながらやってますけども、今回はこの辺りはもう何も植えないでおくということだったので、なるべく草が生えにくい環境を作っていけたらなと思ってます。この後このふかふかの土エリアを踏み固める作業もやっておりますので、その辺りもチェックしていただけたらと思いますね。今回この GoPro で撮ってるんですけど、 GoPro のネジが緩んでみましてね、ちょっと変な角度で撮っておりますけども、これも斬新かなと思いますね。砂利がどんどん詰まってきましたね。結構ここまで来るともうあともうちょっとなんで、自分でも集中してできましたね。そして葉っぱを集めました。踏み固めてますね。踏み固めて、なんか早送りで見ると面白いですね、踏み固める作業ね。なんかムーンウォークみたいなすごいな、空中浮遊みたいな、すごい地表の低いところを浮遊してるようなね、そんな感じがしますね。ということでこちら側は終了です。ここでちょっと前後しますけれども、今のエリア作業前はこんなんだったんですね。植木鉢があったり草が伸び放題ですね。まだマシですけどね、伸び方としてはちょっと影になってるっていうのもあったり、ここですね、ここになんかトゲトゲの草が生えてるとかね、毎年悩まされてたみたいですけども、あとシダですね。でここに福寿草がありまして、でこの辺りがガスの湯沸かし器ですね。この湯沸かし器の周りってなぜかドクダミがよく生えるんですね。ドクダミがやたら見えましたね。そして奥にアカメガシってやつですね。それが自然に発生してたので、これを伐採してほしいという依頼をいただいてたんですね。アカメガシっていうのは結構あちこち見ますね。知らない間にもう大きくすぐ伸びるんですよね。おそらく今回もどっからか種が飛んできて、でそれで生えてしまったということですね。で結構家の裏っていうのはあまり見ませんから、本当に気づかないんですね。気づかないうちに伸びてしまう。これがアカメガシ、もしくはシダとかね、あとこの間撤去したヘグソカズラってやつですね。あれも本当ひどかったですね。だいたい家の庭、そしてお隣さんとの境目の細い道っていうのにこういうのが自然と発生するということですね。以前もこれ切られたみたいなんですけども、切った周りからまた新たな枝が生えてくるんですね。植物ってそういうもんなんですね。だいたい切ったところの下あたりから新しく枝が増えていくんですね。うちでバジル育ててるんですけども、バジルもどうやって増やすかっていうと、切ることでバジルが増えるんです。切るとその切った切り口の下あたりから4つぐらいですね、枝が生えてくるんですね。そうやってどんどん枝分かれしていって増えていくっていうやり方をやってますね。なのでこれ根本から枯らさないとまた生えてきますね。さあこのあたり今回の強敵アカメガシどうやって除去したのか見ていただきましょう。スタートです。まずは剪定バサミで葉っぱを取っていきますね。
いきなり幹を切ってもいいんですけれども、そうしたら倒れた状態で今度は枝を切って袋詰めしなきゃいけないとね。今回の作業場所は船橋市だったので、船橋市の場合は枝をまとめる必要はなくてですね、ゴミ袋の中に入れば剪定枝も捨ててもいいよっていうことなんですけども、ゴミ袋に入れるためには細かく切らないといけないわけですね。ですから枝をまずは取ったり葉っぱを取ったりっていう作業をやってからですね、今ノコギリを持ってきまして、まずは手前の小さな方の切り株を切っております。だいたい20センチずつぐらい切って細かくした状態で、はい、取れましたね。さあここからが大変なんですね。枝を細かくしたり、さらに袋詰めが残ってたり、はい、こういった切り株が残っていますから、それを10センチから20センチの間に細かくして袋詰めしやすくすると。これ壁際のやつがね切りにくいんですよね。はい、最後に切り株に切り目を入れて除草剤撒いた時に吸わせやすくするっていうね、すぐ流れていかないようにするために、はい、この切り口をつけておきました。はい、そして袋詰めですね。お隣さんの家に許可をいただいて入っておりますので、はい、不法侵入ではないのでお間違いなく、はい、あとなんですかね、シダがここにも生えておりましたので、これもついでに取っちゃいました。はい、そうすると綺麗な砂利が見えてきましたね。やっぱこうやって砂利が見えるっていうのは気持ちいいですね。しかもお隣さんの草はね勝手に抜くわけにはいかないので、コントラストが分かりますね。お隣さんは草が生えている状態、こっちは草が生えていない状態ね、すごく綺麗だなと思いますね。こちらも影になっているのでそこまで草はね生えないとは思うんですけども、やっぱり根っこは残っておりますので、取っておいたり雨が降った後っていうのは生き生き草が伸びてきますので、そのあたりご注意いただければと思います。あとお隣さんのところに毒ダミが生えておりましたので、越境してきてこちら側でまた育っていくっていうパターンもありますから、結構ねこの網のフェンスっていうのはツタにとったらもう絶好の繁殖の場所なんですね。我々はお隣さんとの区別つきますけども、植物にとったら全く関係ないですからね、どんどん侵入してきますよね。ちなみに空中に伸びている枝は切ってはいけませんけども、下から生えてきた根っこに関しては切っても大丈夫ですからね。あと柿の実のね例えとかもよくありますけども、柿の枝が越境して入ってきて、その柿の実を取ったらこれは窃盗になります。しかし柿の実枝から落ちて自分の所有の土地に入ってきた場合、その落ちた柿の実は勝手に食べてもいいのかどうかっていう問題なんですけども、これはどうだと思いますか？はい、答えは勝手に食べてはいけません。厳密に言いますと占有離脱物横領罪というものになってしまいます。話がそれまくっているうちに作業終了となりました。では仕上がりの方を見ていきたいと思います。まず玄関前のエリアですね。はい、ここ重点的に砂利を敷きましたね。石がこれだけ集まると気持ちいいものですね。まだ乾いてない石に関してはちょっと黒いですけども、乾けば白くなると思います。はい、画面右側が土が露出している、左側が見えるところなので土を敷いたという感じになっておりますね。はい、コーナーに植木鉢とか置いているのは、これは少しでも草が生えにくくするためですね。はい、そしてさらに奥見ると、はい、綺麗に草が除去されております。赤目ガシも見当たりません。はい、お隣さんに落ちた葉っぱも黒詰めしましたので落ちてませんね。はい、綺麗になりました。はい、白い石が今敷き詰められているエリアを進んでおります。はい、そして切り株、はい、綺麗になりましたね。はい、綺麗に切れております。で、周りのシダとかも取っておきました。では最後に恒例のビフォーアフターの見比べをやっていきましょう。はい、まずはこの砂利エリアですね。最初は全く砂利見えませんでしたが、こうなりました。はい、今回綺麗になりましたけども、これが半年後にはどうなるのか、またね機会があれば見てみたいなと思いますけどもね。はい、続いて伐採前ですね。それが伐採後にはこうなりました。やっぱこう並べてみるとね、ビフォーアフターはっきり違いが分かりますね。気持ちいいです。はい、こちらも数年後どうなってるのか見てみたいところですね。ということで今回いただいた作業量の発表です。今回いただいた作業量は14,720円でした。しかしお釣りはいりませんということで、結局15,000円プラスパピコ、あと冷たいお茶をいただきました。ありがとうございました。ちょっと左に映ってますよね、冷たいお茶。ありがとうございました。ということで今回無事 YouTube 経由でのお仕事1件目、終了させていただきました。本当にありがとうございました。便利屋を本格的にやり始めたのが去年の11月ですので、まさかこんなに早く YouTube 経由でお仕事をいただけるなんて思っていませんでしたので、今
僕は非常に嬉しかったです。ちょっと料金の目安が分かるように概要欄に新しくいろんな作業の目安の料金を載せておきましたので、また出張料ですとかお問い合わせの時に必要な情報ですね、写真を送ってくださいですとか、大体の作業場所についてちょっとお伺いしたいことがありますので、そのあたりまとめておりますので、興味ある方は見てみていただければと思います。ということで本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。それではまた。